はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は TRN のフル BA モデル BA16 です。これでもかという感じで片側16個の BA を詰め込んでますね。当たり前ですけど両側で32個です。アーフルのマジック1なんか BA1 オペだよ。少し分けてあげたいぐらいだよね。ダメ。マジック1は BA1 オペがセールスポイントだから。まあそうね。TRA のフル BA モデルは X7、BA8、BA15 などがあるけど BA16 がフラッグシップモデルになるんだろうね。BA16 の最初の視聴の印象は結構良かったね。それはいいスタートね。さて、どんなモデルなのかな？パッケージ内容はこんな感じよ。BA16 の金属プレートがついてるね。昔の KZ みたい。価格が3万円台中盤ぐらいだけど Amazon だとクーポンついてて3万ぐらいになるのね。やっぱり BA いっぱい積んでるから価格もお高めなのかしらね。チューニングスイッチも搭載してる割に外観が大きくなくてよくまとまってると思ったわ。エアフローは内側のこの部分で調整してるのね。重さも片側実測 7.6g って金属ボディと BA の搭載量考えたら軽い方じゃない？確かにそうね。でもきっと内部は朝の通勤電車並みにぎゅうぎゅうなんだろうね。ドライバーはカスタム BA が低域用1、ミッドベース用3、ミッド用6、高域用6で片側合計16機の構成。配置はこういう感じなのに外観的に厚みを感じないんで BA ユニット自体が少し小型なのかな。ではここからは波形を見ながら進めましょう。バンドルイヤーチップを比較してみると上のようになります。BA16 には TRN Tips がバンドルされていますから音収録と視聴は TRN Tips を使用します。そしてよく測定しているイヤーチップとの比較はこうなります。こちらも参考にしていただければと。次はチューニングスイッチでまず一通り測定した後レベル差を見て基準を011のパターンに決めた。 TRN さんのウェブではこれをイコライゼーションモードとしていて基準のような扱いだったので間違ってないみたい。ラウドネスメーター -16 デシベルを基準として各パターンのレベル差は左の表示になる。このグラフはまず上から4パターンでスイッチ1のビットが0のものだけをピックアップした。レベル差はそのまま表示。基準とするパターン011よりレベルが下がる1と2。つまりパターン010と000はこの見え方だと広域を2ステップで下げる効果となっていて010がソフトボーカルモード、000がメロウボイスモードとなっている。4のパターン001は広域のこの辺りに若干の変化が見られハイフリケンシーモードとなっている。次はスイッチ1のビットが1になった場合で5と6は同じ結果になった。それから7と8も同じ。なので8パターンのうち6パターンが実質的な変化となり TRN さんのウェブで示されているものと一致する。スイッチパターンによるレベル変化が5デシベルぐらいあるのよね。これってレベル合わせるとどうなるの？さっきと出音は変わらないけど見え方は当然変わってきて010が一番低域が強調されるということになり001が一番低域を絞った結果になるのでレベル差そのままの時との違いは低域側を固定してみるか広域側を固定してみるかの違い見たくなってる。有効パターンの変化はこの範囲内で収まってるね。なので今回のサウンドチェックはこの2パターンの違いを聞いてみようと思う。他モデルとの比較はしないの？そう来るだろうと思ってフル BA モデルの KZ-AS24 を追加しチューニングスイッチオールオフで収録。音質調整の基準はパターン010。5デシベルほどあるレベル差は合わせてあるよ。 OK。 じゃあサウンドチェックね。音量上がるよ。
チェックでした。VA16 のスイッチパターンはいわゆる両極のセッティングでしたが、工程ともに結構違いがはっきりしていましたね。AS24 との比較でこの辺りを抑えるのと抑えない違いもはっきり分かりました。もっと BA16 のスイッチパターンを聞いてみたかった気もするんですが、これを見てほしいんだけど、レベルを合わせた後、まず101に100を重ねる。続いて101に111を重ねる。今度は110を重ねる。次は000。最後は5つ全てを重ねる。ああ、レベルを合わせると同じ結果になるものが多いんですね。まあほぼ同じっていうことにしておこうか。だから実際聞こえ方として違うものはざっくり3パターンなんだよ。でも厳密にレベルを合わせて聞くのって難しいですよね。そう。だからこれは理論上ってことで、実際には波形は同じだけどレベル違いのものも別パターンとしてカウントしていいとは思うよ。聞いた感じどうだった？広域とのバランスを考慮すると、個人的には010か000のパターンがベター。ちなみに000と110もほぼ同じね。低域は量感よりバスドラのアタック感優先だけど閉まってていい。500Hz から 1.5kg ぐらいまで結構抑えてるけど、ここはあまり気にならなかった。2kg あたりのピークの後 4kg 付近は結構抑えてるので、ボーカルはやや落ち着いた雰囲気。 EQ で上げてみるとカラッとした明るさになる。 AS24 との比較でここの違いは分かったよね。そうでしたね。でもあえてここを落として、その上 7kg 付近で広域を作っているのが BA16 の個性と言える。ただ音が近いと感じるせいか空間が広く感じられないことが気になっていて、 EQ 使えば調整は簡単だけど BA16 に EQ は使いたくなかった。バンドルの TRN-TN ケーブルを変える必要はないかなと思っていたんだけど。リケーブルしてみたらなんかいいのないの？そうだな、ナイス HCK グレークラウドに変えてみるか。低域から中高域ぐらいまでが太くなると感じているから効果あるかもしれないね。どうだった？音が出た直後から低域がパワフルになったのが分かった。音大きいだけじゃなくて？そんなことないよ。ちゃんと調整した。低域がパワフルになってバランスが良くなった分広域も生きてくるね。7kg付近は鋭いピークの形だけど、ここは広域の中でも細く感じる部分で、シンバルとかハイハットが薄く響く感じで、これも BA16 の特徴だね。空間はバランスが整ったことでリケーブル前より広く感じられて、こっちもほぼ解決かな。今はスイッチ設定010で聞いてるけど、ここから2段階広域を伸ばせるんで、抜け感重視の人にもしっかり対応できるね。BA16 はやっぱりフル BA の BA らしさが出てるなぁと思っていたんですが、リケーブルでのバランス変化が自分にはいい結果となり、 BA16 の印象がとても良くなりました。やっぱり色々試してみないとダメだなぁと実感。3万円台ですし、慎重に検討は必要だと思いますが、フル BA を好む方には手にしてみてもいいモデルではないかと思います。ということで TRN のフル BA モデル BA16 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。